今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本文化と日本語をゆっくり楽しく勉強していくチャンネルです。今日は好きな女の子のタイプはという日本語の会話をテーマにしていきます。この質問、実は結構聞かれませんか？例えば、男同士でバーに行ったとき、それから女友達にいい子紹介しようかと聞かれたとき、同じ質問なのに、日本語では相手によって答え方が全然変わります。なので今日は男友達に聞かれたとき、女友達に聞かれたとき、この2つに分けて実際の日本語を見ていきましょう。そもそもタイプについては、1、外見、そして2、内面の2つの面からね、話すことができると思います。まずは外見について見ていきましょう。男友達に聞かれたとき、まず最初にとても大事なポイントがあります。日本語ではいきなり本音を言いません。必ずクッション言葉を入れます。よくあるのがこんな前置きです。男同士だから言うけどさ、ちょっと下品なんだけど、正直な話な。これがあるだけで、一気に男同士の内輪トークになります。そして男同士だと、正直こんなことを言います。男同士だから言うけど、正直胸がでかい子が好きだよね。あとさ、お尻がでかいのもいいよね。やっぱりさ、ボンキュッボンは男のロマンだよ。これは本当に日本人男性が冗談半分で言う表現です。このね、言葉を言うと、ちょっと周りのみんなは盛り上がるし、すごくね、楽しい雰囲気になるので、本当に心からそう思ってなかったとしても、言う男性っていうのは結構多いのかもしれません。ただ、もう少しね、ちゃんと真面目に会話を続けると、第一印象は完全に体型見ちゃうよね、とか、美人かどうかよりスタイルに目が行く、とか、結局それだけだと続かないんだよな。そして、重要なのはちゃんとオチをつけること。日本語的に、下品なままで終わらせないことが大事です。よくあるまとめ方はこんな感じ。最初は胸でかいとか尻でかいとか言うけどさ、結局は一緒にいて楽で趣味とか自由にさせてくれる人が一番なんだよね。こういうね、言い方は男同士、お酒の席限定です。女の人や初対面では絶対に使わないようにしましょう。日本語では何を言うかより誰に言うかが本当に重要です。もし皆さんが女友達に同じことを言ったらどうなるか。結論から言います。空気が一瞬で凍ります。これは恋愛トークじゃなくて下ネタ扱いになります。そしてね、女友達の頭の中では、多くの場合こんな風に思われるかもしれません。この人、人じゃなくてパーツで見てるな、とか、私もそういう目で見られてるのかな、とか、この人に誰か紹介するのはやめよう。はい。っていう感じで、紹介ルート、完全になくなります。そしてね、よくあるリアクションとして、日本人女性はあまりストレートに怒りません。なので、
表面上はこうなります。へえ、そうなんだ。ああ、男の人ってそうだよね。まあ、人それぞれだよね。という感じで、笑っていても、内心はだいぶ引いています。そして、共通のね、知り合いがいたら、間違いなくその女友達とあなたの話をすると思います。はい。じゃあね、なぜダメなのかっていうと、日本では外見を言うっていうこと自体、かなり控えめにだったら OK っていうふうに考えられています。ただ、体のパーツを言うっていうのはもう NG ですね。特に下ネタに関しては、男同士限定っていう感じですね。特に紹介してもらいたい立場であったら、これは致命的です。でも皆さんは、そうは言っても自分の好みの見た目の女性と付き合いたいって思っているかもしれません。なので、女友達にね、聞かれた時に、なんていうのが正解かというと、女友達の前では、体の話は一切しないでください。使っていいのはこんな表現です。雰囲気が女性らしい人、健康的な感じの人かな、一緒にいて安心できる人。日本語ではね、特に女性との会話の場合は、正直さよりも安心して紹介できる人かどうかが見られています。続いて、内面について。男友達向け。さっき言った通り、クッション言葉が必要ですが、前置きは大体これです。結局さ、なんだかんだ言って、正直、ドゥルルルルルが一番。そしてね、よく出る具体的な表現としては、束縛しない人、干渉しすぎない人、機嫌悪くならない人、趣味に文句言わない人。なので、会話はね、だいたいこんな感じです。結局さ、一番大事なのは楽な人なんだよね。男同士だと理想というより避けたいタイプの話が多いかもしれません。女友達向け。もうここはね、完全に別モードでいきましょう。一緒にいて安心できる人。お互いを尊重できる人。ちゃんと話し合える人。次が会話例ですが、一緒にいて安心できる人がいいなって思う。自分の考えを持ってて、ちゃんと話せる人。お互いの時間を大切にできる関係が理想かな。これを言うとね、女友達の中で、この人なら大丈夫そうという判定が出ます。これはやっぱり相手との関係を、自分事として考えて一緒にいい関係を構築したいと思っている人なのか、単純にね、自分勝手で、自分のね、嫌いなタイプを言ってるのかっていうので、女性にね、与える印象はだいぶ変わるんじゃないかなって思います。比較してみると、同じね、本音でも言い方が結構違います。例えば、干渉されたくないっていうことを一つとっても、男友達にはめんどくさくないやつって言ったとしても、女友達にはお互いを尊重できる人。それから自由が欲しいっていうことも、男友達にはね、趣味に口出ししない人って言っても、女友達には自分の時間を大切にできるっていう感じで、本当にね、ちょっとした表現の一つ、ちょっとした表現の違いですが、本質的にはね、同じことを言っているにもかかわらず、相手にね、与える印象っていうのはすごく大きく変わります。日本語では、本当にね、相手によって言い方を変える必要があります。男友達には、楽だったり、自由だったり、面倒じゃないっていう表現を使ったとしても、女友達には安心とか尊重とか信頼とか、本当にね、
同じ本音でも言葉を変えるだけで印象は全く変わります。まあね、もし次にね、じゃあ実際にどんな風に答えればいいかって言ったら、もう今日のフレーズをそのまま使ってみてください。皆さんね、今日も一日お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。